現時点今は1時56分で3月30日です。今日ハイライトしたいのは実はこちらです。アメリカの2年国債と10年国債のこの差が逆イールドになりました。このチャートは2年と10年の差です。で、これを見ると、これがネガティブイールドに一時的に行きました。これはすごいです。2019年以来の初です。景気後退のシグナルなのかという大きな、今皆さん節目になるかもという議論になると思います。将来に景気後退の、ここは兆しにある可能性が高いと、いろいろと経済学者それと専門家が語っています。去年10月から他の、ここは、年間同士で逆イールドが発生してきたので、これはいろんな相場で今逆イールドが発生されているところを見ると、アメリカの方でも逆イールドが発生されて、それほどはおかしくはない、というふうに読んでいます。はい。相場はですね、ここからリセッションが起こるのか、これから相場はどういうふうに動くのか、ここも特に今、すごく敏感なレベル、敏感なトピックだと思います。皆さん、チャートの方も見てみると、この、一応一時的にマイナスに行ったんですけど、この、もうちょっと週足のチャートを見ると、前回ここのレベルまで行ったのが2019年だったんですね。2019年の8月。で、その時には一時的ですぐまだ回復をしちゃったんですけど、これがいつも起こるわけではないです。2016年、2006年の時はもちろんここが一時回復してまたもっとギールドが逆になってその時にリーマンショックが起こり、はい、ここは大きなリーマンショックがありました。2000年の方にもここはネガティブに行ってもちろんインターネットバブルショックがありました。なので過去のここの3回見てると最近の1回はあまり大きな影響がなかったんだけど、その前の2006年、7年、それと2000年を見るとインターネットバブルショックとリーマンショックがあったので大きな、はい、皆さん影響がありました。で、ここで我々はどういうふうに考えればいいのかというと、特に皆さん、イールドが1回こういうふうに逆に行くときは、そう簡単にはこのトレンドは変わらないと僕は思います。つまり、イールドはますますもっと逆イールドを、続くのではないかと、短期的に考えてますね。これがそう簡単に、急にまた、変わるとはちょっと思わないです。特に逆イールドもいろいろとここはメディアがすごく報道しているので、2019年も一応一時的だったんだけど、ここをよく見てみると、逆イールドでかなり逆に行きました、1週間で。で、そこからもっと回復があったので、今は本当にギリギリちょっとだけ行ったばかりなので、まだまだもっと逆に行ける可能性はあるかなと思っています。はい。なので皆さん、ここの逆イールドがもっと発生すると思った限りは、もしかしてこの逆イールドに対して投資もするべきかもしれません。自分でも今考えてます。まだ投資してないですけど、もしかして自分の方でも、ここは10年国債の方を、買って、で、2年国債の方の売るとか、はい、こういうふうな考えもしてます。逆イールドがこれから続くということであれば、いわゆるここは皆さん、10年国債のイールドが、あんまり変わらないけど、ここは2年国債のイールドがもっともっと上がり続けるということです。これが上がり続けるということは2年国債の価格が下がることですね。なので逆イールドっていうのは、ここは2年国債の価格が下がり、10年国債の方が、比率的に上がるということ。なので逆イールドにもしかけると思えば2年を売り10年を買うということなので、今そちらの方を僕自身もちょっと短期投資で考えています。これが本当にリセッションになるのか、過去の3回を見ると2回は Yes、1回は No だったので、ちょっと見極めがまだ難しいと思いますけど、決していい、兆しではないですね。いい兆候ではないと思います。ただリセッションになるのかはちょっとまだ早いと思う。過去を見ると2000年も2006年も逆イールドになってからその1年から2年後ぐらいがリセッションなので、まだこれがちょっと起こるのかは判断は早いと思う。もうちょっと判断が早いと思う。これが本当に一時的かどうか見てみましょう。僕は直感的に多分一時的じゃないと思う。で、多分リセッションがまた小さなリセッション、大きなリセッションじゃないけど、小さなリセッションが起こる可能性が高くなってきたかなと思います。特にこれってよくありますよ。相場とか景気後退があるとき、特にコロナショックで大きなリセッションがあって、大きく回復があったときは、またその後にちっこいのが小さな、リセッションがあって、その後にもっと大きく回復する
るって、これはよくあるパターンなので、決してなんかすごい警戒感を持つべきじゃないけど、でもリセッションはこのアメリカ経済の1年から2年間の間には、はい、可能性は 50% よりは以上かなと考えています。